部品奥まではめても戻ってきちゃうんだけど、何これ、どういうこと？どうも皆様、大変お久しぶりでございます。ヒデチューブです。そう、大変お久しぶりなのはちょっと理由がありまして、今回のプラモデルを作ってる間に私、コロナにかかりました。いや、めちゃくちゃしんどかったですね。熱もね、39度超えたりして、今はなんとか完治したといえども、こういうのはかからないに越したことはないなと思いました。それからコロナの方の病状が治った後にですね、世界を変える旅に出てしまいまして、まあこれが時間が溶ける。100時間以上プレイしましたけど、まだやってますからね。前置きはこれぐらいにしまして、さて皆さん、そろそろやばいやつが見たいタイミングなんじゃないかなと思います。そうですよね。ということで突然ですけれども、アトリエサイというメーカーご存知でしょうか？こちらかつて存在していたメーカーさんで、主にガレージキットの分野では結構名の知れたメーカーだったと自分は記憶しています。最近名前聞かないなと思ったら、どうやら2013年に倒産したみたいで、私もつい最近までその事実を知りませんでした。さて、そんなアトリエサイなんですけれども、出発地点はガレージキットメーカーだったんですけれども、後期になってくるとインジェクションキットも手掛けるようになってきまして、その中で商品化されたのがこちら、アニメスカイガールズ版ビッグバイパーです。すいません、先にお断りしておきます。アニメのスカイガールズについては全く知りません。ビッグバイパーについてはもはや説明不要かと思います。コナミの看板ともいえるシューティングゲームの主役機ですね。名前があまりに有名なためか、いろんなところで使い回されてますよね、ビッグバイパーっていう名前が。こちらのキット発売は2007年で、定価は4180円となっております。やばいキットとして一部界隈では有名ですけど、どんな感じは？出た、訂正補足のお知らせ。もうこれ入ってる時点でやばい匂いがプンプンしてますね。おー、出た出た。自分で加工しなさい。うわー、こんなにいっぱい訂正箇所ある？どういうことだよ。シールと説明書が一つの袋に入ってますけど、これ転写デカールじゃなくてシールか。なんだこの変な形のランナー。ああ、これはパッと見普通だな。クリアパーツもあるんですね。うん、透明度は悪くない感じはします。これはあれか、なんかおまけ、スカイガールズに出てくる機体のランナーか。うん、パッと見はそれなりに見えますけどね。ランナーは確かに太いけど、そんなやばい匂いはこれだけじゃわからんな。組み立て方を確認しようと思って気づいた点が一つあります。こちらの説明書なんですけれども、一部カラー印刷になってますが、紙質がめちゃくちゃチープです。コンビニで印刷してきたんじゃないかってぐらいチープな印刷になってます。コストケチったのかな？白いランナーをニッパーで切った感覚は特におかしい感じはしないですね。普通の PS 材な気がします。おそらくグレーのランナーは ABS 製なんじゃないかな。説明書の指示だと機種から作ることになっているので、そこから作ってますけれども、ここでいきなりつまずきます。あ、もう青い部品がポロって落ちる。しかもこの青い部品でポロッと落ちるより形状が全く合ってないんで、自分で加工しろって書いてありますからね。あ、もう組めねえよ。どないせちゅうねんこれ。でまたこのグレーのこの部品がね、はまらんのですよ、奥まで。
スナップフィットのピン周りはね、片っ端から調整しないとダメな感じがしますね。さて、ピン穴を調整しましたけど、やっぱり入んないですね。なんで？あ、これそういうことか。部品同士が干渉してるのか。うわぁ。補足にあるところを調整するだけではダメで、書いてないところも自分でうまく調整してねってことか。仕方ないので当たるところをデザインナイフで切り取って調整していきます。これは全部組めるか？さて頑張っていろいろ調整してみましたけど、どうかな？組めるかな？よいセット。お、入った入った入った。ああ、入った入った。離れる。なんだこれ、どういうこと？うわー、これもしかしてここが限界か？はまるけどビヨンって隙間開いちゃう。なんだこいつ。細かいことを気にしてても先に進まないので胴体の方を作っていきますが、この胴体もやっぱりピョン吉します。奥まで部品をはめたと思ってもピョンって戻ってきちゃう。スナップフィットキットとして設計されてるはずなんですけれども、とてもじゃないけどフィットしないっすね。何もかも調整しないとフィットしないです。調整したところでフィットさせるのが難しいです。パチ組なんて絶対できねえじゃん。とりあえずなんとか形にしてみました。今まで見ていただいた通り、部品については片っ端から調整しないと組むことができません。それ全部見ていただくとすごい長い動画になってしまうので、全部省いてとりあえずの完成です。完成させてみると、スタイリングについては非常によくできたキットなんじゃないかなと思います。ただ見ていただいたように非常に組みにくいです。スナップフィット周りは全部自分で調整しなきゃいけないですし、そうじゃなくても部品同士の干渉が多くて、部品単位での調整を延々と繰り返してやっと組むことができるというところです。付属しているのが水転写デカールじゃなくてシールだったり、色プラにしようとしたり、スナップフィットにしようとしたりして、おそらく商品として目指したところはガンプラなんじゃないかなと思うんですけれども、いかんせん部品形状だったり精度だったりがね、ヘナチョコなんですよね。これメイドインチャイナのキットなんで、ろくでもない中国の金型屋さんをつかまされたんじゃないかなと思います。志の高さが良さげだっただけにもったいない。とまあボロクソに言ってはいますけれども、組める組めないかで言うと、組めないことはないと思いますよ。多分組めないことはないと思います。ということでしっかり作ってみたいと思いますが、しっかり作るにあたってまず君はスナップフィットキットとして生まれてきたことを忘れてもらいます。君は接着剤が必要なキットとして生まれてきた。いいね。変に干渉する部分だったり、組み立てに本当に必要なピン以外は全部切り飛ばしていきます。ピンに関しても位置決めに必要なものに関しては細くしたり短くしたりして、できる限りスナップフィットであることを忘れてもらいましょう。この部品のすり合わせがね、めちゃくちゃむずいんですよ。どうにもぴったりはまんないっす。なので延々と微調整を繰り返していきます。調整終わりましたら接着をして、接着剤乾いたら合わせ目を消していきます。接着面積がねあまりないところもあったりするんで、裏から瞬着パテを持って裏打ちしたりとか、そういう技も組み合わせたりしました。機体の一番先端のこの部分、もうね部品が全然合わないんですよ。ボッコボコなので、ここを少しばかり修正していこうと思います。前後で分かれているこの部品に関しては接着して一つのパーツにしてしまおうと思います。
ここまで来たらあとは段差がきれいになるように瞬着パテなどを使って成形しておきます。青い部品の成形が終わったところで、今度はこの白い部品の隙間をなんとかしてかなきゃいかんですが、ここはプラバンでなんとかしますかね。後々の組みやすさを考えて、この白い部品を青い部品の方に接着しちゃいます。多分この方が最終的には組みやすいんじゃないかな。白い部品同士の隙間を埋めるためにプラバンを貼ってきますけども、ここの角度がなんかえらいゆるい R になってて、きっちりとプラバン貼れそうにないので、ヤスリをかけて面を慣らしておきましょう。均一な隙間になったかな。こんな感じにしといたら、あとは適当な厚さのプラバンを貼って成形して OK にしちゃいましょう。組み立てのどしょっぱなでつまずいたこちらの機種の青い部品ですけれども、もうね隙間だらけなんで、瞬着パテもりもりで成形してごまかすことにしましょう。余計なところにパテがつかないように爪楊枝で慎重に持っていきます。隙間に全部持ったら、あとは瞬着硬化スプレーを吹いてヤスリで成形してよしですね。成形まで終わってこんな感じです。隙間はそれなりに埋まったんじゃないかな。はい、一旦サフを吹いたところですけれども、まあ出るは出るは成形不良のような箇所と、しっかり合わせ目が消すことができていなかった箇所、そういうところをしっかりと修正していきましょう。メインの本体色が白なんで、いつもの自分なら白サフを吹くんですけれども、このキットに関してはあまりにも成形不良が多かったり、合わせ目を消す部分が多かったりですとか、あと成形色の白がね結構透けちゃう白だったんで、透け防止としてという意味も込めて今回はグレーのサフを使いました。グレーのサフを使って正解でした。とにかく出るはろくに成形されてない部分、白い成形色で目立ってなかっただけの部分がいっぱい出てきましたので、しっかり修正しますが、私記憶をたどるとこの辺でコロナにかかりました。そのせいでこのキットを作るモチベーションが一気に下がってしまってですね、正直表面処理に関してはかなり手を抜きました。プラも作るにしても仕事するにしてもやっぱりね、健康第一ですよ。露出してるメカっぽいところはこちらのフレームメタリックで塗装していこうと思います。フレームメタリックで塗るって決めてた部品に関してはサフは黒サフを使用してあります。続いてメインカラーの白を塗っていきます。会社帰りの道中で買える中では最強の白であるこちらのクールホワイトを使っていきます。強い白っていうところですとガイアのアルティメットホワイトなんかもありますけれども、私が会社から家に帰る途中で買えるのはこちらのクールホワイトだけなので、こちらをメインとして使用することが多いです。クールホワイト強い白なんですけれども、グレーサフの上からだとさすがに1回で発色させることはできなくて、今回は3回ほど塗り重ねました。白を塗り終わったらマスキングして次の色を塗っていきます。次塗るのは青ですので、こんな感じでマスキングをしまして、使用しますのはこちらの GX ミスターカラー数字ブルーです。私色彩感覚がヘボヘボなので、とりあえずミスターカラー GX を使っとけば問題ないだろうと思ってたりします。青を塗り終わったらまたマスキングして、こちらのグレーロシアンエアクラフトブルーを塗っていきます。なんでこの色を選んだかというと、手元にたまたまあったからです。特に深い理由はございません。青を塗った後にそのままマスキングしてグレーを塗り分けるようにしました。塗り分けが終わりましたら少しだけ組み立てをして、最後にトップコート艶消しを拭いていこうと思います。今回表面処理に関してはかなり手を抜いてますからね、艶消しにしないともう目も当てられないですよ。なんで缶スプレーを使ってるかと言いますと、特に深い理由はなくて、エアブラシを出すのがめんどくさくなっただけです。艶消しまで終わったところで、このままだとちょっと物足りない感じがしますので、ひと手間加えていきましょう。使うのはこちら
ミスターウェザリングカラーのマルチグレーです。これで少しだけ変化をつけてあげましょう。特に何も考えず部品全体にべちゃべちゃと塗っていきます。ある程度乾燥したところで薄め液をつけた綿棒で拭き取っていきます。これは空気がどっち方向に流れるのかななんて考えつつやるといいらしいんですけれども、こいつ宇宙の戦闘機なんで空気の流れとかよく考えたら関係ないですよね。まあ大事なのは勢いです。前から後ろに何かが流れていくという勢いで拭き取りましょう。さまざまな障害を乗り越えまして塗装まで完成しましたアトリエサイのビッグバイパーです。誰だよ別に組めるんじゃねえとか思ったやつは。すっげえ大変だったよ。一応補足として動画の中で触れてない部分は筋彫りがですね全体的に浅いので彫り直しています。あとキャノピーですね、コックピットを作るのがめんどくさかったのでキャノピーを裏側から白で塗ってごまかしてあります。さてこんだけ苦労して完成させたアトリエサイのビッグバイパーですけれども、今はもうメーカーもなくなって手に入れること自体がかなり難しいですし、プラムのビッグバイパーというこれよりもはるかに出来のいいキットが存在しますので、わざわざこのキットを買ってきて組むというのは正直おすすめいたしません。ただこのキット1点だけ優れた点がありまして、サイズが大きいです。どれぐらい大きいかと言いますと、隣にエントリーグレードのガンダムを並べるとこんな感じです。プラムのビッグバイパーが手のひらサイズだということを考えると、サイズ大きいのが欲しい、どうしても欲しいっていう方はこちらを選ぶしかないと思います。こちらを頑張って探し出して苦行のような組み立てを楽しんでください。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回はパチ組めるプラモデルを作ろうと思ってますので、またよろしくお願いいたします。それではさよなら。